ちは。前回の続き。今日は中国10代コーデの第7位から紹介していきたいと思います。第7位は明の大祖朱元璋。平民だった朱元璋は農民の反乱を起こし、元朝を倒し、国を統一した。彼の統治より中央集権化され、政治が安定し、生産関係が調整され、経済が回復した。これにより、明王朝の発展のための確固たる土台が築かれたのである。また、彼が構築した律令制度は、明朝の長期安定に必要な保障を提供し、清朝にほぼ継承され、その後の歴史展開に多大な影響を与えた。朱元璋の歴史的功績は、中国の過去の農民放棄後の新王朝の初代皇帝をはるかにしのぐものであった。社会の底辺に生まれた朱元璋は、間違いなく中国史における有名な人物の一人である。誰もが知っているように、明の建国皇帝である朱元璋は、元朝末期に淮河地方で牛を飼い、3年間放浪しなければ生きていけない弱小であった。しかし、かつて一文なしの逃亡者だった彼が、24歳で農民の反乱に加わり、小さな兵士として出発し、わずか17年の伝説的な奮闘と戦いで、建国皇帝の座に上り詰めたのである。だが、朱元璋の評判は常に物議を醸し、いい悪い評判が両方ともある。どうせ、朱元璋の伝説的で輝かしい軍歴とその統治は、明確に彼が封建中国の三大政治家や軍事家の一人に選ばれたことになる。彼の5つの歴史的功績は過言ではありません。功績1、彼は長年政制の末、元による支配を終わらせ、国を統一し、斬新強力な国家を築いた。中国の国境内で長年失った伝統的な漢民族の政権を回復した。功績2、漢民族及び同じ炎帝と皇帝の子孫である他の民族の地位と自身を回復させ、さらに大きく損なわれていた中国の伝統文化を普及拡大した。功績3、強引な手段で政治体制を改善や改新した。この改良は確かに皇帝の権力をさらに強化し、政治権力のパターンを安定させることを目的としていたが、主観的にも客観的にも封建制度を一定程度改良した。功績4、明朝成立後、朱元璋は前漢の経験を生かし、経営活営の政策を実施した。彼はすべての人々の利益のためにいい計画し、明朝初期の人々は戦乱で荒れ果てた生活を経て、幸せで豊かな生活を送ることができたのです。功績5、彼の腐敗撲滅への決意で、腐敗した役人を大量に取り締まり、処刑した。公務庁や民代を正し、衝撃を与えただけではなく、公正に役人が
どうするべきかを示した。第6位、漢の文帝、流行。文帝は漢の第5代皇帝で、高祖劉邦の四男、慶帝劉英の異母弟であり、生母は白期、初期に大王に封じられ、信用を検討した。慶帝の死後、呂公は非正統の朝廷を擁立。呂公の死後、呂三と呂六は皇位奪取のクーデターを企てたが、周没と陳平の支援により、文帝は呂族の勢力を滅ぼし、文帝として即位し、23年間在位した。文帝は思想簡約で、自分の律し、しつけに厳しい人です。個人用品の追加はほとんどない。ある時、彼はテラスを作りたいですが、60キロのインゴットが必要だと計算したところで、これは中間層の15家庭の財産に相当するものなので諦めた。彼は贅沢の葬儀に反対し、副葬品はすべて陶器で作られ、金や銀などの貴金属は一切許されなかった。また、自分の死後、妾以下の美女たちを帰させ、再婚させることを提唱した。文帝の治世に、軽い税金の課し、12年間に天賦を免除した。彼は自ら工作をして、天下に模範を示し、生産力の急速な回復と発展を促した。政治的に、中央集権が内部で強化され、国家政権が固まった。対外的に、南越や京都との関係はうまく対処していた。南越の王、長太に対し、安撫政策を行われ、京都との通婚政策の同時に国境防衛の強化も行われた。京都は3度にわたって漢の領土に侵入したが、文帝はすべて迅速に強敵を撃退した。文帝は厳しい刑罰や法律を廃止し、率先的に法制判決を行った。また、人物をよく知り、その才能に応じて引用し、謙虚に還元の敵入れ、天才を重要発摘し、中国史上初の治世、文系の地を改装した。漢王朝は建国当初から次第に羽を極めるようになった。これはその後の武帝の四方八方への討討作戦の堅実な基礎を築いたのである。第5位、チンギス・カン。彼は人類史上最大の戦争を発動し、最大規模の世界帝国を築いた。彼は軍実を米兵器時代の頂点に押し上げ、世界史上で最も影響力のある人物である。彼は人類史上最も偉大な成功者であり、人類にも最大の災厄をもたらした。彼の功績は後世に最大の論争を残し、中国史上や世界で最も影響力のある帝王となった。ジンギスカンとその子孫は何十年も戦い、中国を統一し、ヨーロッパを略奪し、インドを征服し、エジプトと戦い、朝鮮の併合し、日本に侵攻し、ベトナムに入り、
ジャワを平定した。全後40カ国以上を選別し、720以上の民族を征服し、人類史上最大の戦争を繰り広げた。13世紀、モンゴル騎兵は世界の5分の4を席巻し、人類史上最大領土の国家であるモンゴル帝国を作り、人類の戦いの歴史に奇跡を起こした。チンギス・カンはモンゴルの貴族の家に生まれた。9歳の時、父親が毒殺され、母親は彼と弟たちを連れて数年にわたる苦難の道を歩むことになった。少年頃の苦難が彼の中に忍耐と勇気の資質を育て、苦難から立ち上がり、死体に敵視から託された重要な任務を担うようになった。弱小部族のリーダーからモンゴルや中国を統一し、ヨーロッパとアジアを征服した偉大な戦士になった。チンギス・カンは生涯中で60回以上の戦いをしたが、戦力差から自らの判断で撤退した13翼の戦いを除けば、一度も負けたことがなく、ジンギス・カンは公正の者が到底及ばないほどの戦いの天才であった。世界を征服した西洋の軍隊は圧倒され敗北した。黄金家族の3世帯の敵機で、ロシア、オーストリア、ドイツ、エジプト、インド、インドネシアなどに至って、すべて征服した。傲岸不遜な天才軍師ナポレオンでさえもジンギスカンにはかなわなかった。ジンギスカンについて世界中の学者から様々なコメントが寄せられているが、世界一の成功者や人類史に最も大きな影響を与えた人物という2点では一致している。前世紀が終わろうとする頃、アメリカや日本などが1000年に一番偉い人物を選ぶ活動を行い、その結果、ジンギスカンは1000年第一風雲児が選出された。ジンギスカンは中国史上だけでなく、世界に影響を与えた英雄的人物として民族の誇りを残しています。西洋の学者たちはジンギスカンを全人類の帝王と呼んでいる。第4位、隋の文帝、楊堅。彼は国家を死地から蘇らせ、文明を存続させたのです。壊滅された国を奇跡的に再生、統一したのである。国家が繁栄するための礎を築き、中国史上の偉大な皇帝、隋の楊堅である。漢王朝の崩壊後、漢民族は3世紀半に及ぶ戦乱と破壊の事態に落ち込んだ。東晋の時代になると、漢民族は長い戦争で壊滅状態になり、もはやこの土地を支配するのは漢民族ではなく、漢民族が蛮夷と呼ぶ人々であった。漢民族はもう戦えない。強い若者はほとんど戦死し、残りは老い、弱り、病んでいた。漢はもはや異民族の侵略を止めることはできなかった。南北朝時代に様々な蛮族が大量に中原に侵入し、中国の土地で建国し、その数はすでに漢民族を上回っていた。すでに侵略者が国を支配しており、
その歴史は国乱歌として知られている。同時に、長年にわたる戦争と混乱は、中国の文化や建築に深刻なダメージを与え、多くのことを廃にされてしまった。多くの文物が焼かれ、加賀文明は失われた。外国の宗教文化が次第に中国を支配するようになり、中原土地のあちこちに外国の神を祀るための寺院が建てられた。外来の仏教は、漢の崇める儒教をはるかに凌駕していた。異族の音楽、舞踊、彫刻、絵画は完全に中国を支配。中国は山が自覚していた。文帝は漢民族が最も絶滅の危機に瀕していた時期に、中国で当時最強な個人の政権の簒奪し、隋を建国することに成功したのである。その時、中国の最も暗い歴史の中から、隋の文帝、陽剣が現れた。この支配者たちはみんな、漢民族に極めて反発できて、国家に熱心であった。文帝の先祖は個人への補佐により、公の姓を与えられた。王位を簒奪した直後に、文帝自らの漢の姓を復活させ、軍政界における国家の流れを止め、官官に力を注いだ。文帝は始祖で勤勉な政治を行い、民に寛大であったため、この政権から藩の政権へのスムーズな移行を実現した。文帝は一連の改革を通じて人口を大幅に増やし、衣食住を徐々に改善し、国を強くすることができて、漢民族はようやく力を取り戻した。彼は漢民族を率いて、満足や一敵を征服し、中国に平和を取り戻したのです。これはほとんど不可能な偉業であった。開国の治と呼ばれる。文帝は漢文化と中国文明を救った。春秋時代や新漢時代に五胡乱華でほとんどの文物が失われ、文帝による天下統一後を兼ねて本を求める勅令が出された。戦争で生き残った漢民族は隋に書物を寄贈し、中国史上最大の総書数となった。ほとんどの文章は戦火を免れず、多くの優れた学者、多くの名文、中国文明の輝きは歴史の誇りの中に消えてしまったが、諸子百科の思想や儒教の古典が残っている限り、加賀文明は今も世界に立っている。また、文帝の時代に度量衡政党や貨幣政党も統一された。彼は個人の残酷で混沌の法律を廃止し、漢の文帝の形成改革以来の啓発政党を復活させ、法律改正、公の官僚制を廃止し、漢の政党を復興改革した。法律改正や漢の政党両方とも後に唐の大宗に継承され、よく発展した。中国古代の官僚制は隋の時代に確立され、秦の時代まで続いた。彼が開拓した華僑政党は中国の歴史に1300年以上にわたり、真珠を巻きまって収容された。文帝から改装した隋は、わずか37年の命であったにもかかわらず、後世の中国に大きな影響を与えた。
隋の軍隊は周辺の遺族の台頭を食い止め、唐の登場に強硬な基盤を築いた。その後、唐の大僧が隋の文帝が作った国家体制と政治経済制度を受け継ぎ、文帝からバトンタッチして、やがて中国に豊かな時代を築き上げた。同時代の西洋文明のローマ帝国の崩壊により、ヨーロッパは崩壊と分裂の暗い淵に立たされ、古代ローマ文明も消滅した。それ以来、ヨーロッパは一度も統一されたことがないのである。対照的に、当時の東方文明は、漢帝国の崩壊後、隋の文帝が現れるから、中国を再び統一の道に入り、その後、華夏文明は滅亡の危機を脱した。隋の文帝は中国の統一と中国の華夏文明の存続に多大な貢献をしたことで、西洋の歴史家から中国史上最高の皇帝として認められている。次回は第3位から。では、トップ3位は誰になるのでしょうか。次回を楽しみにしていてください。最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。また次の動画で会いましょう。